こんにちは。アニメ紳士です。今回は無色転生第2期第13話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。1話で最終回みたいな感じだけど、続きは総領区でいい最終回だった。前期でいい最終回だったやったのに。純愛みたいな面してるけど片方中身おっさんなんだよね。それ込みでもシルフィの方が年上だが、可愛い結婚したい。もう完全に女の子だね。シルフィとの愛のスカ。あら綺麗にリノベーションできたわね。あんなボロ屋敷がどうやって。さすがにちゃんと綺麗にしたか。だいぶ綺麗にしたな。変わりすぎだろ。いくらかかったんだリフォーム。新居の内見する新婚カップルやんけ。家まで用意して振られたらやばいな。無色もハーレムアニメになるな。最初からそうでは。小説家になろうだぞ。これで朝起きたら一人になってたら永遠にリリーになりそう。まあ安定して面白い。いきなり家を買うとはルディ解消あるな。棒読みシルフィさん可愛かったわ。家買っちゃってこの土地に腰を据えるつもりなんか。いい最終回だった。一期と比べたら書き込み量や枚数はクソ減ってるけどもう慣れた。ここぞというシーンで頑張ってくれればいいわ。ほんとそんな感じ。テンポ良かったし、ジュリもシルフィも可愛いけど感想がそれだけしかない。まあここら辺はその程度でいいやろ。こっからが本番だろ。ところどころ作画は崩れてるものの円盤化で修正できる範囲だし、この辺りはサクサク進めるべきところだから今後に期待だな。ナロー主人公ってなぜか家を持ちたがるんだが、これが元祖だったりするのか。他にも家買うやつあるな。この時点で声変わらなかったらずっとこのままじゃねえのかな。レイスは完全に過去の女。自発的に失踪してるから自分から過去の女になりに行ったようなもんだな。いやいやいや、コモドのティラニメでこれはまずいじゃろ。いつから子供向けに。エリスは黙って出ていかなけりゃよかったのにな。でもあそこで離れて修行してエリスがクソ強くならないと。シルフィーだロキシーだとかみんな地獄のようなルートしかないぞ。すでにピギー殿の状況じゃなくなってるし。エリスにこの浮気者手殺されたりしない。浮気者どころかハーレム計画発動。幸せになって落とすのがエンタメだからこの先不幸になりそう。アニメ化大成功の後に税務署が来たり。3期と思ったらこれ2期の分割にクールだったのか。まあこの世界別に嫁にするなら女じゃなければいけないというルールじゃないよな。ならばごくり。3期はここで終わってもいいかも。いい最終回だった。無色転生の面白ポイントはルーデウスが不幸のどん底に落ちてそれを見た俺らが優越するわけだよな。この先ルーデウスが幸せになったら俺らはどうすりゃいいんだ。ルーデウス結婚時16歳なのにすげえ金持ってるな。ああ見えて永久冒険者だしね。最後まで原作読んでなんとなく想像してたルーデウス邸がきちんとアニメーションで描かれると感動するな。思っていた倍でかい家だった。なんか怖いな。幸せすぎてここからの落差で事件起こって引き裂かれたりしない。プロポーズ良すぎた。返事してるシルフィが可愛すぎるし、シルフィの一挙一動が全て可愛すぎた。二人が幸せそうで尊すぎて、見てるこっちも幸せすぎて尊し、ありがとうございます。事故物件でホラー要素を感じてしまったが、ハッピーエンドを迎えられたから1話にして最終回かと思ってしまった。シルフィとのマイホームを探すルーデウス。第1シーズンで ED を克服したからこそ自信満々な姿がめちゃくちゃ面白かったな。動く人形を確保してからの2人の発想がさすがすぎたのも笑った。素直なシルフィ本当に可愛い。ルーデウスとシルフィットの結婚でまずは物件探し。人形の件でタノバの頼もしさが光りますね。第2クールの最初から幸せなお話ですこと。ひとりえさんが歌うオープニングが早くみたいな。エンドクレジットでシルフィエット・グレイラットってなってて、うおーってなっちゃった。
そうか、この屋敷のあの部屋でね、地下室でね、って感慨深くなって泣きそうで。よし、次回が披露宴パーティーだから、このペースだとラストは映画化かな。そうだと良いな。原作読んでる時に想像してた家よりももっと大きな家でびっくり。笑い。こんなすごい家やってんね。そりゃ後の大所帯考えたらこれくらいでないとわかんねんけどね。七星が好きな子ってやっぱりあの男の子なんやろか。それならかわいそうだよね。夢のマイホームでまさかのホラー人形。普通にホラー感あってさすがの演出だったし、ザノバの人形愛も垣間見えて、いつもの無色転生が満載だった。病からも解放されて、これが結婚するってことなのか。ルディがシルフィに結婚してくださいと言い、シルフィが承諾した後に守りたいものとエンディングタイトルが出るのがシャレてる。またその刹那が夕日に向かって結婚宣言した顔と同じ向きなのが、修復された安住を守り抜く不屈の精神を感じます。治った途端にリニアーナとプルセナに警戒されるってルディすげーな。わかりやすいフラグもシリコン素材の動く人形で何の夢が広がるのか知らないが、これぞ無色転生。シルフィの突然いなくなったりしないでねガモーネ。ルディが一番の理解者で素敵な伴侶。ザノバと人形、この時ばかりはとても生き生きしてて、これ言う時もかっこいいじゃない。アニメの演出のおかげか。ルディ前世ニートのクズだけど転生してからはマジで幸せになってええんやでって思うよ。まだ何も解決してないけど、これ13話で締めてもよかったくらいやん。一気にクールがやってきましたな。この作品に関してはもはや信頼と楽しみしかない。鬼前とか見てもスタジオバインドの実力は折り紙付きで他の作品も見てみたいが、今はこの作品一本でとことんこだわるんだろうな。シルフィと過ごす家探しに奮闘するルーデウス。異世界に転生してからおそらく今が一番幸せな気持ちなんじゃないかって思う。正式に婚約をしたことでルーデウスにとっては守るべき存在が増えた。訳あり物件探索でザノバは思わぬ研究材料を手に入れたな。笑い。しょっぱなから最高でした。夢のマイホームと呪いの正体。こんな幸せな時間が来るとは。ザノバたちとの信じ合える友人関係に見やり、シルフィには結婚の悩みもこれからのことも言葉にしていて、成長を感じたね。その日その日を生きてきたルディが、二人で帰る家を得たことは人生の新たな一歩だ。ちょっと待て。さりげなくアバンでご神体に追加してたのは墓の地かよ。変態すぎる。フィギュアが動くようになる。夢が広がりまくりだ。リフォーム頑張ったなシルフィとイチャイチャ。結婚悪いけどロキシーとエリスはどうすんのこれ。家の内装を紹介していたシーンが原作で想像していた内装と照らし合わされて、ここからの未来の話を頭の中で考えてたシーンが思い出として蘇ってきた。本当に原作読んでてよかったと思った。来週も楽しみです。ルーデウスの病のこととかザノバの決意とか見どころ盛りだくさんだった中で、一番の衝撃はこのリフォーム。廃墟から新築のような佇まいにどんな匠の技が冴え渡ったのか見たかった。ラストはただひたすらシルフィが可愛かった。ルディのですって言っちゃうところがシルフィらしい。前半は廃屋探索。ザノバがすごく頼もしく見えたのが良き。後半は新居を見てのシルフィの反応がいちいち尊い。しかし大きい家を買って正解よな。将来大家族になるんだから。次回は披露宴。イーナリーゼに注目。結婚したらそこでエンディングを迎える物語が多い中、ここからまた始まりっていうのが人生を描いてるこの作品らしい。男3人お化け屋敷探索、何も起こらぬはずもなく、ちゃんと生き残れてよかった。ルディとシルフィがお互いの思いを素直に出せてるのが温かくて胸いっぱい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えて
アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。